はい、どうも、北郎です。暑い日が続いてるんで、涼しい動画でも見てもらおうかなと思って。はい、この間の、年末年始で、冬の北海道のね、車中泊の旅して、年越し宗谷岬行ってきました。総集編っていう感じでちょっとリメイクしてみたんで、よかったらご覧ください。今年はどうしようかね。こういう系もね、いいかもね。2023年12月27日。自宅から新潟のフェリーターミナルまで約280キロ。4時過ぎに起床し、6時過ぎに出発。夜明け前の17号バイパス。本庄児玉インターから関越自動車道。久しぶりの一人旅に心が弾む。子供たちが高校生になってついてきてくれなくなったのは結構寂しいけど、自分も行ってなかったもんな。関越トンネルを越えると冬らしい雪景色に変わった。山を下っていくと雪が減っていく。フェリーターミナルに近づくと晴れ間が広がっていた。着いた。寒いな。あのバイク絶対そうやな。はい、お願いします。今回乗船するのは新潟発小樽行き。16時間30分の船旅だ。2時間遅れか。参ったな。参んねえか。別に誰も待ってねえか。来る途中に海が荒れていて到着が2時間遅れるので、出発も2時間遅れると連絡があった。長時間乗る船旅はサンダルを持っていくと便利だ。7泊8日の一人旅。無駄遣いしないように予算を決めることにした。35000円だな。娘に財布を貸してほしいと頼んだらこれを渡された。焼きそば買っちゃった。節約のため自宅から持ってきたもの。グリーンラベル6本と水3本。水、今回の相棒。35000円いけるか。自分で決めたが結構不安。集合が1時間半遅い12時になったので高速降りて酔い止めを買ってきた。この後も4メートルの波予報が出ていた。さすが冬の日本海。フェリーで酔ったことはないが念のため。結構待ったけどやっと乗船できるみたい。
キャンピングカー仲間には年末年始の北海道すごいと言われたが、はい、お願いします。バイクで行く人を見たら自分が小さく感じた。くぐってはいけない魔性の入り口。車を置いた階を忘れないようにいつも階段を使う。階段上がると長い廊下が待っていた。寝床に到着。今日の部屋はこちら。ツーリストスイート。自分はそう呼んでいる。5メートル以下の車1台と部屋代込みで28,500円。年末年始も基本料金のままの新日本海フェリー。他社と比べても一番安くなることが多いので結局一番使っている。青森まで走ってフェリーで渡るより一人だとこっちの方が全然安くなる。部屋をセットしていたら揺れ出したので外に出てみた。予定より早く出航したみたいだ。これに手を振ってくれてる。ツーリスト S 以下にはコンセントが一つしかないので2口 USB がおすすめ。船旅の楽しみの一つ、大浴場に行ってくる。この船には露天風呂もついてるんだ。波のせいでまっすぐ歩けない。風呂のお湯もゆさゆさと揺れていた。風呂上がりのクラシック。昼飯を食べていなかったので夕飯を兼ねた食事。ペヤング焼きそば大盛り。この船のビーフシチューすごく美味しくて好きなんだけど、今日の気分は焼きそばとクラシックのわけで。乾杯。
いただきます。ごちそうさまでした。結構いい感じの揺れの中、部屋でパソコン作業をしていたら、酒によって気分が寝ます。おやすみ。2023年12月29日、外の気温は氷点下 7.7 度。まずは昨日使ったお金の確認。残金は29,060円。前日撮影した動画の保存。この後映した USB が破損した。よし、目線しようかな。前日の鶏塩鍋の残り汁。雪景色を見て北海道に来たことを再確認。ちょっと嬉しい。昨日の残り汁で雑炊。出発前に車内の掃除。南富良野を観光し、富良野美瑛1日146キロの行程。昔はこれしかなかったよな。そんな大きくなかったよな。フードコートまであるよ。すげえな。モンベルがあってパン屋さんがあって、いいね。おお、すげえついてる。ペグ出すのめんどくせえな。今これもう蹴っちゃおう。じゃあそんなついてねえ。ヒーターがあるからかな。大丈夫だ。来たねー。汚ねえな。つかそうだ、寒いからエンジンかかるか。ちょっと心配。お、かかった。よかった。まずは最初の目的地幌前駅を、いや生虎駅を目指す。
車場がどこだわからんぞこれ。幌前駅。誰の食堂。志村けんさんがいたな。いやー、また見てえなこれ。中見えねえな。こっちもロケセット。ここは何だったんだ。わかんないな、見てみないと。そうか、今根室本線が運休になってるから代替バスなんだよな。いやー、ケンさん。そうだ、大竹しのぶさんがいて、いやまた見たいねこれは。何の音もしねえ。そしてここには線路があったんだよな。もう通らないのかな。踏切も立ったままか。なんか切ねえな。ちょうど代替バスが来たところだね。結構満席に近いな。どこ行きなんだろうな。DVD 持ってなかったっけな。ここで記念切符とか売ってんだな。ちょっと行ってみようかな。やってないのかな。ポップやグッズ販売だ。行こう。寒い。雪国では運転するとき長靴のままなのか履き替えるのか、結局誰にも聞くことができなかった。どっちなんでしょうか。生虎駅を後にし、南富良野の道の駅に戻ります。
道の駅南富良野物産館、行ってみます。昔来た時に熊の印象があって、もう一度会いに来た。12月29日熊出没って今日か。ストースでだいぶ違うな。南富良野を後にし富良野を目指す生虎峠。富良野市山辺周辺、この後どこに行こうか考え中。北海道の人やっぱり早い。山辺にある太陽の里キャンプ場、若い頃バイクで結構世話になった。見渡す限りの白銀の世界、いちいち絶景。バイクを見るとみんな宗谷に行くのかと思ってしまう。旭川までの看板が出てきた。残り63キロ。東京料金所から愛沢インターまでと同じぐらい。富良野に到着。駅前をちょっと散歩。へそ祭りには一度来てみたい。立ち食いそばの店からいい匂いが。へそ歓楽街、ちょっと気になるので行ってみる。北の国から五郎さんが通っていたネオン街。どこの店だったんだろうな。こっちがユイカ独尊、有名なカレー屋さん。こっちが隣の独尊だって。あ、混んでないね。今日は空いてんのかな。隣の独尊っていいな。歩いたら腹が減った。スープカレーが食べたかったので、スパイスカレー吉さんにお邪魔。すいません、お水置いてきます。あ、注文いいですか？はい。いいですか？ごめんなさい。はい。お願いします。野菜チキンのはい。4辛で、4で。はい。で、300g で。300で。はい。はい。よかったら上のナスのピクルスおすすめしてますが。いただきます。はい。お待ちください。北海道は室内に入ると途端に暑い。スパイスが効いててめちゃくちゃうまい。ナスのピクルス初めて食べたけどうまい。チキンいただきます。
一口で行くのは無理だった。スパイスが効いた4から体が温まる。温まるを通り越して暑い。汗が止まらない。ごちそうさまでした。美味しかった。一人でも入りやすい気さくなご夫婦がやってるお店。美瑛に向けて出発。美瑛の有名なポイントをぐるっと回ってみる。何の音もしない。すげえ静寂だ。なんだこの静けさ。ケントメリーの木。ここもインバウンド観光客がいっぱい。有名なスポットは回ったので、次は青い池に向かう。ダンプが多いと思ったら、この右側が美瑛町の雪捨て場。前のキャンピングカーも青池に行くんだと思う。青池駐車場通過。自分も見事に通過。U ターンして戻ってきた。駐車料金1回500円。冬なのに観光バスが結構来てる。青いソフトクリームやってなかった。休みなんだ。あ、そういうこと。しょうがない。はい、ここ行くと青池は白かった。
とんどがインバウンドの旅行者だった。なんだこれは、恐竜か。一人で来てんのは自分以外いたんだろうか。なんかこれは嬉しいかも。川が青い。4時半からライトアップ。行ってみよう。幻想的なライトアップ。冬場は昼間よりライトアップされてから来た方が良さそうだ。寒すぎて退散。はい、ご苦労様です。はい。はい、どうも。はい、500円払いました。よいしょ。車で5分ほど走った白金温泉を目指す。突然現れた温泉街。シャンプーやボディーソープはないので持参する。駐車場が狭いんだな。行ってきます。こんばんは。さあ、生涯500円でいいんでしたっけ？300円です。300円、はい。じゃあこれで。はい、あとお名前とこちら、はい。お願いします。結構厚めな温泉で露天風呂もない昔ながらの公衆浴場。個人的には結構好き。入浴前に白金の滝のライトアップを見ようと思っていたことを忘れていた。本日の宿泊予定地に向け少し北上。北連ショップ東川店。半額。道の駅東川に移動。すぐだった。道の駅が今夜の弁当と朝食のホットサンドセットを買ってきた。疲れて休もう。乾杯。乾杯。半額弁当230円。やっぱ今日は選びます。
うん。今日使ったのがスープカレー1220円で、美瑛の青池駐車場500円で、温泉300円で、夜飯と朝飯のパンで787円、弁当半額、粗挽きステーキ 20% オフ787円で、そうすると残りが26,200 53円ぴったり。 OK。 よしよしよし。あれ、他のレシートどうしたっけ。それじゃあまた明日、おやすみ。おはようございます。2023年12月30日朝6時。外気温は氷点下 2.4 度。夜明け前、雪がしんしんと降っている。今日は早く出たいから早めに朝飯作ろう。昨晩使ったポータブル電源も寝ている間にほとんど充電ができていた。ヒーターをつけると車内が暑い。今日の朝飯はホットサンド。朝はパン派だ。コーヒーの準備。水筒には移動中のコーヒーを入れる。1000ワット弱のケトル。消費電力は930ワット。前日に買った 20% オフの厚切りベーコン。まずはホットサンドメーカーでこれだけ焼く。ケトルとホットサンドメーカーを同時に使うとやはり結構消費する。
スヌーピーの焼き色。うまくできた。朝飯で使った電気は 8%。ごちそうさまでした。静かだな。朝飯の後のコーヒーと一服、至福の時間。せっかく買ってきたから使ってみる。いまいち使い方がわからん。加湿器代わりに干しといたタオルはカラカラだ。あ、また足を払うのを忘れた。そろそろ出発しよう。お世話になりました。この日お世話になった東川町。旭川市や旭川空港から非常に近く、本州からの移住先としてかなり人気だそうだ。旭川の市内に入ってきた。旭川市内に入ると雪の量が一気に増えた。除雪用のショベルカーだろう。自分より全然早かった。手振ってる人がいた。ありがとう。行ってきます。差し入れありがとう。うまそうなつまみをもらった。旭川を抜けてピップ町に入った。ピップエレキ板、塩刈峠。小説や映画にもなった有名な峠。和鮫町。RV パークに行こうと思ったが空いていなかった。剣淵町、絵本が有名。士別市、羊に力を入れる町。名寄市、日本一のもち米の産地。道の駅もち米の里名寄に到着。そんな寒くないな。大福バイキング19種類。すごいな。ミルク、こしあん、いちご、しそ、ぶどう、玄米。普通のあんこか。バターコーンとかどうなのよ。かぼちゃ。まだ結構あるな。寒い。11時、ちょっと早いけど昼飯。そばの産地でもあるこの辺りでどうしてもそばが食べたかった。
全体的に安い気がする。特にそばが安い。いやー、あったかいのも食いたいけどな。いや、ざるそばにしよう。うまそうだ。天ざるそば1250円。めちゃくちゃうまそう。いただきます。まずはそのまま。うまい。うますぎる。次はわさびを乗せて。天ぷらも品数が多い。エビも2本入ってる。このボリュームとこの味でこの値段はかなりいいと思う。天ぷらもサクサクでうまい。店員さんに言ったらそば湯ももらえた。ごちそうさまでした。はい。せっかくだから大福を買っていく。初心者なのでよもぎとあんこを選んだ。あとシュークリーム一つください。出発。デザートタイム。サクッとした生地を想像して食べたが、すげえもちもちしてる。生地がもちっとしている。これももち米か？無駄遣いじゃねえなこれは。名寄市街に入る手前でバイパスへ。次に向かうのは日本でここにしかない珍しい温泉。あの勢いで和ナンパに抜かれたことにびっくり。何やら前方が集まっている。フルエンジンブレーキ作動。ホワイトアウトだったらと思うとちょっと怖くなった。そこら中で除雪をしてくれている。本当にありがたい。ジムニーの郵便配達。人口600人の音威熱風村。あの蕎麦屋に行ってみたかったけど、結局行かずじまいで終わってしまったな。手塩川沿いを北上していく。この辺りに来ると建造物が一気に減ってくる。鹿。道の駅中川で休憩。名寄の道の駅から88キロ。動画だとすぐだけど2時間弱かかった。見よう見まねで雪を落とす。もうバックモニターが見えない。こっちは大丈夫だ。よし行こう。
年末で道の駅が開いていなかったのですぐに出発。永遠に続くのではないかと思う白銀の原野に飽きるわけで、手塩町、道の駅のソフトがうまかった記憶。幌延町、サフォークのジンギスカンなどに力を入れてるらしい。幌富バイパスを使って北上。目的の温泉がある豊富町に到着。この温泉を知って数年、やっと来ることができた。それにしても冬の北海道はどこに止めていいかわからない。なんか石油臭い。豊富温泉は日本でも唯一油が混ざった温泉。どれだけ油が混ざってるのか楽しみだ。ドロドロしたお湯なのかな。今回お世話になったふれあいセンター。ふれあいセンターと自分。ドロドロと油が浮いているわけではなく、うっすらと油が浮いていた。広い駐車場もあるので、大きなキャンピングカーでも問題ない。いい温泉にも入れたので、ゆっくり宗谷岬に向かおう。海源パーキングシェルター。吹雪いてはいないけど、とりあえず夜。止める場所はここでいいのかな。さっき結構滑ったのでタイヤの確認。めっちゃ滑ったさっき。アイスバーンはやはり怖い。大自然の猿別原野を越えてやっと稚内市内にたどり着いた。まずは買い出し。12月30日、やはり混んでいる。止める場所がないので買い物は後にしよう。籠城する前に洗濯もしたい。市内に何軒かコインランドリーがあった。洗濯と乾燥で約50分ほど、800円だったと思う。駐車場が広いスーパーがあったのでそっちに行ってみる。いいものをゲットしたい。稚内のスーパー高かった。今夜は疲れたのでセコマ、宗谷岬を目指して移動。市内から宗谷岬まで約30キロ。これが結構遠い。宗谷岬が見えてきた。やっと到着。2023年12月30日午後8時の駐車場。第2駐車場も見てみよう。
日間籠城する場所、どこに止めるか悩む。モニュメントが近い第一駐車場か、トイレが近い第二駐車場か。もう一度第一駐車場を見てみる。大晦日は暴風雪の予報も出ている。そのあたりも考えて止める場所を決めた。第二駐車場の方が静かだと思うのでこっちにした。後ろに丘もあるので風を遮ってくれることを期待。まずは写真撮影。穏やかな夜だったけどやはり寒かった。今日は一人でセコマパーティーだ。つまみを買ってきたしゆっくり飲もう。リタイムのリチウムも 100%、 ポタ電も 100%。 これで36時間の籠城車上生活も大丈夫だろう。ポータブル電源から電子レンジを使ってみた。温めて準備完了。それでは皆さんもご一緒に。乾杯。いやー、無印最高だ。うまい。まずはホットシェフのフライドチキン。これは本当にうまいよね。続いてクリーミーカルボナーラ138円。これは美味しいし結構好き。おすすめの一つ。やっぱりうまい。チキンとカルボナーラで結構腹いっぱい。ゆっくり水でも飲みましょう。高速なしの下道300キロはやはり疲れた。YouTube ショートの編集をしながら、ここ最近この水にハマっている。159円の塩サバ焼きも美味しいつまみ。宗谷岬を眺めて飲み続け、いい感じに酔いが回った。鮭の弁当はちょっと食べられないな。冷蔵庫に入れて明日食べることにしよう。おはようございます。大晦日の朝4時44分。外気温は氷点下 4.8 度。まだこの時はそれほどでもなかった。外はすごい風。風の音と車の揺れで目が覚めた。一晩中除雪作業をしてくれているのであろうか。こんな格好で外に出たことを後悔。寒かった。
すでにやることがないわけで、とりあえず朝飯にしようと思う。消費量935ワット。このケトルはなかなか優秀。ものすごく体が冷えたので、出発前に仲間にもらった豚汁を食べたいと思う。豚汁は大きな丼で食いたい。セイコーマートの卵焼き。昨晩食べ損ねた鮭弁当。いただきます。食後のコーヒータイム。外は風が吹き荒れていて、外に出るのもためらう。やることがないので、突然ですが電源関係の説明。型電は電子レンジ2回か、昨日の夜と今日の朝で、あとはお湯を1回沸かして 91%。 リチウムの方は現在 94%。昨日からずっと冷蔵庫とヒーターつけっぱなしで、だいたい 2.5から3ぐらい使ってんのかな。かなり余裕ですね。ヒーターはこんな感じで、最弱の1。大事工業のメルテックのポータブル電源 MP3、パソコンとかこの USB でスマホとかね、カメラとかを充電してるかな。やることがないので駐車場の様子を見に行ってみる。毎年年越し宗谷岬に本州から来ている YouTuber さんを発見。
思わず声が出た。第一駐車場は満車だ。カメラ越しで見るより風も強く視界も悪く、前を向いて歩くことが困難だった。気合の入ったライダーは早朝に到着。朝7時半の時点でバイクは7台。絶対寒いと思う。変態だから大丈夫なのであろうか。心配だ。まだ朝7時40分、先は長い。氷点下 6.3 度、朝より冷えてる。寒すぎるので車に戻る。すごい。風が収まってきたので、もう一度外に行こう。寒い。これが宗谷神社。元旦だけ開くみたい。になるとバイクの人が結構来るね。おー、すごい。はい、今の温度、マイナス 6.5 度。寒い。菓子屋さんが開いたので中を見てみる。クラフトビールが400円か。タオル買おうかな。行ってみよう。よいしょ。おお、開いた。あ、こういうことね。これはなんだ？タヌキか。到着証明書ください。はい。ありがとうございました。やればいいのにね。日本最北端のバス停。すごいのが来た。すげえ。これはこれで味があってめちゃめちゃいいっすよ。それにしてもやることがない。大晦日だから年越しそばを作ろうと思う。温泉卵を作ってみる。稚内の業者が作った1
一人前のゆでそばがあったのでそれにした。入っていたかき揚げが微妙だったので余っていた鶏肉で鶏そばにしようと思う。稚内のスーパーで半額になっていたイクラと千葉産のホタテ、ホタテは醤油につけておく。ホタテを食べやすいようにカット。イクラとホタテの海鮮丼が完成。温泉卵になっているのか、卵は失敗。いただきます。ちょっと贅沢な年越しそばセットいただきます。飯はうまいが何かが足りない。うまい。忘れていた。大晦日に乾杯。卵の黄身で締める。ごちそうさまでした。こっちが第3駐車場だね。第3駐車場も結構埋まってんじゃないこれ。おお、結構いるね。テント張ってる。寒い。あれ、あっちが第3駐車場だと思うんだけど、開放してないのかな。みんななんかこっち止めてるね。いや、確かに遠いなこれ。これはしんどいわ。車でのんびりしていたらいい時間になっていた。やることがないので晩飯の準備。小分けになっている無洗米を見つけたので買っていったが、これはかなり便利だった。1合炊いておけば2食分になる。無洗米なので長めに水につけておいた。今夜は豪勢にすき焼き。北海道産の長ネギ、豆腐、しいたけ、
肉です。鍋をやった時の残りの豆腐で焼き豆腐を作ってみる。初めての試み、不安しかない。焦げてしまった。ごま油を入れてみる。行ったスーパーではこれが小さかったわけで、ネギも焼いとこうかな。焼きのタレ、焼けてもはいね、1枚いってみます。1枚いきます。うん、うまっ。一人すき焼きはちょうどいいサイズが豆腐や肉がない。結構大変。ネギが結構好きなので多めに入れる。結構いい肉だと思うんだよな、これな。いいんじゃないですか。よし、ビール。よし。うまい。レンゲッタ。豆腐をすくいたい。じゃあまずは豆腐から。うん。いい。下のトロトロネギ。
うまっ。はい、肉。うん。最高。ゆっくり食べて腹もいっぱい。食い切れない。どうしよう。腹も膨れて酔いも回ったので、年越しカウントダウンまで少し仮眠します。おやすみ。あ、カウントダウンがとっくに終わっていた。くよくよしても仕方ないので諦める。自分はいつもここで寝ている。なんでバンクベッドで寝ないんだと思うかもしれないが、バンクに上がるのがめんどくさいわけで、元旦限定の6時半から配られるキーホルダーは必ずもらって帰りたい。極寒の中1時間以上並ぶので、コーヒーを持っていく。準備 OK。結構並んでんのかなこれね。もうでもみんな起き始めてるな。もう並んでるね。テレビ撮影もうしてんのかな。やばい、普通に並んでる。みんな早いっしょ。5時半前なの。柏屋さんの向こうまで続いている。ガソリンスタンド近くまで並んでいた。花火の打ち上げ場所が変わったようで、自分がいる場所からよく見えた。最北端テント村。風来坊親父さんという関西から毎年年越し宗谷岬に来ている YouTuber さんと一緒に並べて、あっという間に時間が過ぎた。風来坊親父さん、ありがとうございました。今年の目的は達成したことにしよう。電熱ベストのおかげでとても暖かかった。この時しか着なかったけど、初日の出まで少し時間があるので朝飯2晩使って約半分。定番のホットサンド、すき焼きで余った卵もトッピング。うまく焼けていた。
北海道の朝食ではソフトカツゲを飲むと聞いた。完成。初日の出が7時過ぎだったので外に出る。初日の出を見るために灯台の方に向かうが、見える気配もないので引き返す。せっかくなので宗谷神社でお参りをしよう。結構来てる。YouTuber1万人いきますように。ありがとうございます。うわぁ、凍ってる。こっちも凍ってるよ。自分に雪が。あとは大丈夫かな。大丈夫だ。よし、行こう。宗谷岬、ありがとうございました。出発。この後の予定は北防波堤ドームに少し寄り、オロロン街道南下、留萌、深川経由で宿泊地のビバイを目指す。約300キロのドライブ。一人で年越し宗谷岬はちょっと寂しいかと思って来てみたが、変な人も結構いて、とても楽しむことができた。稚内市内まで戻ってきた。冬の北防波堤ドームに到着。次の目的地に向けて出発。幻想的なサロベツ原野を走り抜け、オロロンラインに出て南下していく。道の駅小平ニシン番屋。店が開いていなかったのでトイレだけ借りた。続いて道の駅留萌に寄り道。有名な日清そばを食べようと思ったけど、こちらも休みだった。廃線になった留萌駅に寄ってみる。
留萌には昔バイクで来た時にライダーハウスに世話になったことがある。確かミツバチハウスという名前だったと思う。年末に降ったドカ雪でこの辺りの雪もすごい量だ。滝川の辺りまで来ると一気に雪が減った。そしてまた美唄に近づくと雪が増えた。今夜の宿は美唄 RV パーク。有林館さんという日帰り入浴施設の一角にある。温泉に露天風呂、食堂もついている。今宵はのんびりさせてもらう。RV パーク、美唄さんに到着。寒い。やばい、靴のまま来ちゃった。うまそうなご当地グルメ。チェックインしてきました。ゴミと含めて2600円。あれ？駐車場あっちだ俺。で、温泉の利用券があって半額かな ?350 円。結構お得な感じだよね。滑る。やばい、燃料が。元旦の北海道はほとんどのスタンドが閉まっていた。北海道に入って予備のガソリンを20リットル買っといてよかった。明日のフェリーでは持って帰れないので、ここで全部入れてしまう。すっからかんの状態からどれぐらい？20リッターでこんなもんなんだ。RV パークはこんな感じ。まずは車のセッティングと風呂行く準備をしよう。いや、寒いよ。軽食コーナーだがしっかり食事が取れる。美唄のご当地グルメもいくつかあった。まずは美唄焼き鳥を頼んでみた。ビールを頼んだら一口サイズだったのですぐに飲み干してしまった。風呂に入っている間に能登の地震があったようで、いろんな人から連絡が来ていた。呼ばれました。缶ビールも売ってたので2本目からは缶ビール。ご当地グルメ美唄焼き鳥いただきます。今まで食べてきた焼き鳥とは全然違う。結構癖がある。酒のつまみにはいい感じ。地元の家族連れでとても賑わっていた。ここいいな。とても静かな RV パーク。車に戻り北陸の仲間に連絡したり、ネットでニュースを見たりしていた。この車にはテレビもついていたのでテレビをつけてみた。こういう時テレビがあるのは便利だ。明日1月2日小樽発新潟行きのフェリーを予約している。
津波注意報や警報が出ているとフェリーは出港しない。自分は帰れるんだろうか。明日帰ることはできるんだろうか。情報もなく不安であるが、とりあえず休むことにする。おやすみ。1月2日、予定通りフェリーが出ることになった。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。そのスロープやってください。はい。長いようで短かった北海道の一人旅、これにて終了。久しぶりの一人旅だったが、結構良かった。新年最初の航海。この日のフェリーは客室はかなり埋まっていたが、車は少ない。大型車がいないからであろう。北海道に乾杯。これで年越し宗谷岬2023年2024年終了。最後までお付き合いいただきありがとうございました。次はどこに行こうかな。リクエストなどありましたらコメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。